あなた持ってますから腸腰筋。皆さんこんにちは、シンガーソングランナーのすいです。ここで歌えるように頑張っていきたいと思います。今日はですね、腸腰筋って大事ってみんな知ってると思うんですけど、どんなとこにどうついててなんで大事なの？なんでどうしたら腸腰筋ってうまく使えるようになるの、鍛えられるのってところをですねに教えていただきたいと思います。お願いします。皆さんこんにちは、高山です。ということで、高山マラソンチャンネル高山さんにやってきてもらったというか、私がお邪魔しております。お邪魔しないです。僕はすみません、皆さん初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これすごい、私ね、ランニング歴すごい長くて、はい、走ってる割には、階段上り下りするとむちゃくちゃ息切れして、階段ですか？はい。で友達に走ってるよねって言われてたんですよ。はいはいはい、で今シーズンは結構筋力トレーニング、三塚コーチとかにもこういった腸腰筋鍛えてくださいって言われたら、ミラクル的に階段上り下りが楽になったし、坂もだいぶマシになってきたし、全然私今まで腸腰筋を鍛えてなかったし、なんか腸腰筋がなかったっていう変なんですけど使えてなかったなと思って、腸腰筋って何ぞやっていうのをちょっと今日教えてもらえたらと思いまして。なるほど、腸腰筋とはっていうところですよね。はいはい、まずは腸腰筋とは、はい、腸腰筋っていうのは、まず場所が結構ふわっとこの、何でしょう、この辺っていうイメージだと思うんですけども、腸腰筋ってこの腰椎って言って背骨の腰部分のから生えてて、で内側を通って太ももの骨の内側についてる筋肉なんですね。で役割としては腸腰筋っていうのはこの股関節の屈曲っていう、専門用語で屈曲なんですけど、この動き、一番足をこの上げる動きをメインで行う筋肉なんですよ。ここ大事、メインで行う筋肉。足を持ち上げるのって、この前ももの大きい筋肉って思ってるんですけども、ではなくてメインで使うのがこの腸腰筋なんですね。で私、本当に40年近く前ももをメインでやってきてて、で最近やっと腸腰筋が使えてきたなと思ったら、体全体が本当疲れづらくなったり、なんか動きが本当変わったなと思って、前ももの筋肉をたくさん使うと確かに前ももって筋肉が大きいじゃないですか、大きいからすごい強いパワーが出るんですけども、その分エネルギーの消費も大きいじゃないですか。だからそんなに強い力たくさん使わなくていいのにっていう場面でも使うから、すぐ疲れてしまう。そうだったんだ。瞬間的な強いパワーとかが出るんですけど、でも持続力がないというか、でもランニングって持続のスポーツじゃないですか、長く走るスポーツなので、だから前ももとかを使うよりも腸腰筋をちゃんと使える方が、ランニングにとってはすごくいいって言われてますよね。めちゃくちゃ大事ですね。そうなんです。で私はフルマラソンを走り終えたら、前は前ももが崩壊するのが当たり前だと思ってて、なるほど。もうだからしゃがめなくなるんですよ。でフルマラソン走った後はもう私はしゃがめなくなる、この前ももをめちゃくちゃ使ってたんで、しゃがめなくなるのは当たり前だと思ってたんですけど、使う筋肉変わったら前はもう全然疲れてないっていうか、全然は嘘なんですけど、本当に前みたいにこうしゃがめないってことはまずなくなりまして、でこの辺ですね、どうやって鍛えたらいいのかとか、どうやって使えるようになったらいいのかをちょっと教えてもらいたいなと思いまして。じゃあ今日は腸腰筋マジックをかけていただきますのでよろしくお願いします。マジックみんなもやろうぜ松竹芸人クワガタ心です。そうだけです。クワガタ心です。お願いします。ジャングルボディダンスのしずです。走らないくせに2時間54分の日本一走らないサブスリーランナー。日本一そうだ、それいいね。日本一走らないサブスリーランナー、千尋です。はい、大阪城愛し大阪市内サイトのキャスルひとみです。今日ちょっとね、豪華なメンバーで腸腰筋鍛えていきたいと思います。じゃあ、腸腰筋って先ほど足を持ち上げる筋肉ではあるんですけども、もう一個すごく大事なのが骨盤の前傾って聞いたことあります。この骨盤の前傾をするのも腸腰筋なんですね。だからうまく骨盤の前傾、つまりランニングには前傾姿勢がいいですよっていうふうなことを何度か聞いたことあると思うんですけど、前傾をうまく使う筋肉っていうのが腸腰筋なんですね。なので腸腰筋がちゃんと働く人っていうのはうまく骨盤を前傾させられますし、うまく腸腰筋が使えてなかったら前傾姿勢も取りにくいっていう、そういう形なんですよ。だからじゃあその腸腰筋がうまく使えてるかのすごく簡単なチェックがあるんですけども、両手胸の前にしていただいて、で足を持ち上げてみます。これキープしましょう。でだいたいそうキープで、今多分キャッスルさんが無意識に上げてすぐ下ろしたがったんですね。これって腸腰筋使
使えてるんですけども持続力がない方っていうのが、まあ、そういう傾向にある。すぐ下ろすとかはいはいとかもう赤困ったりすると結構直近大腿直筋とか前ももとかを使うとか、あとは押したらすぐ下がってしまうとか、へえ持久力なのではいじゃあこれ耐えてくださいってなったらはい耐えられないですね。へえちょっと日本一走らないサブスリーランナーは腸腰筋強いのか。だから普通にこのまま足を上げていただいてちょっとバタバタでキープしてそしたら抵抗力全然キープできるんです。やだ日本一走らないはいここで耐えようとはしてるんですけども、はい腰をぐーって反って耐えようとするから、はいはい腸腰筋じゃなくて腰の筋肉で支えたりする傾向にある、バレた。バレましただからね反り腰だったりとか普段反り腰だったりとかする、こんな感じになってる時あります。だからそしたら反り腰で走ってたりとか、あと走る後で腰がすごく痛くなったりとか、普段の生活でも腰が張りやすかったりするんですね。私もね前はねほんと腰と背中がガッチガチになったんだけど鍛え始めてから本当に腰が痛くなくなったの。本当に違うの。テレビショップみたいなんでだろう。もうはいその通りです。腸腰筋ってすっごい大事な筋肉なんですけど、いろんな言い方があって心腹筋って言ったりするんですよ。だから深い位置にあったりするので、やっぱり筋肉って触れる筋肉だったりとか、メジャーな筋肉っていうのをやっぱり意識しやすかったりとか、使いたがるんですよ。この場合前ももだったりとか、やっぱりお腹の表面の腹直筋とかを使いたがるんですけども、やっぱり腸腰筋って今でこそメジャー、特にランナーの中ではメジャーですけど、多分方とかに腸腰筋って聞いても確かにほんまに平日者に話しかけられたらしか思われてくれないぐらいちょっとマイナーな筋肉ではあるんですよ。そうですね。だからやっぱり馴染みがないから使えてないっていうのがあるので、そっかだから結構腸腰筋っていうのを知ってるだけですごくすごいなっていうようなそうか形ですね。みんなすごかった。そうもうそういうことです。皆さん腸腰筋知ってる。喜んでよみんなの腸腰筋が呼ばれている。どういう風に入っていきたいんやろこれほんまに。OK じゃあ腸腰筋の、鍛えていくんですけども、その前にじゃあ腸腰筋を使いやすくしていくんですけど、腸腰筋って足を持ち上げる筋肉ですよね。持ち上げる筋肉っていうと持ち上げる時に腸腰筋は縮まってます。で筋肉を鍛えるっていうのは縮める方を意識するじゃないですか。でも縮まってる筋肉の他に足上げる時に絶対反対の筋肉が伸びてるんですよね。じゃあその伸びてる筋肉が硬かったらここは使いやすいですかにくいですか？にくいです。そうにくいですよね。そうということは反対側の筋肉ちゃんと伸ばしてあげるっていうのも実はすごく大事。確か私お尻をすごく伸ばしたんですよ。正解。そしたら本当足が変わりました。足の動きが。大正解。ありがとうございます。イエーイ。素晴らしい大正解。テンションがおかしくなってなのでだから僕いつも言ってるのはストレッチってすごく大事だよっていうのは、ただ伸ばして筋肉を怪我しないようにしようねっていうのもそうなんですけど、本来使いたい筋肉を使わせてあげるというか、本来使いたい筋肉を使いやすくするためにストレッチってすごく大事だったりします。この場合で言うと他にいっぱいあるんですけども、お尻とハムストリングス、あとはよく言えば前ももっていうところが伸びていると腸腰筋はすごく働きやすくなります。だから腸腰筋が使えていない人って一つの目安としては前ももの筋肉がすごく太い方、私そうもね、今も太いけどだいぶマシになりました。本当に、だからここの筋肉を伸ばすっていうところから、始めていくといいんじゃないかなと。じゃあもう選んだ本当にこの場所選んだ人素敵。この段差を使うとすごくいいので、まず段差を使って、お尻ハムストリングスって言いましたけれども、ふくらはぎの筋肉まで伸ばせるとすごくいいです。この膝裏の筋肉ってちょうどハムストリングスとこのふくらはぎの筋肉の連結部って言ってつながってるところ、一番疲れたまりやすいところでもあるんですね。なので足こうやって引っ掛けます。ここポイントがつま先の向きをちょっとだけでいいからいけそうだったら、ポイントね、2つポイントあって、反対の手、左足引っ掛けてるので、右手で左の外くるぶしをタッチしに行く。で、コツはここ足の付け根から折り曲げていきましょう。そう痛い。で、クワバタさんちょっとね反り腰になってるので、
このままはいお腹にちょっとこう、ちょっとここ丸くしながら、あ丸くしながらそう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 、あ、そう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 右の痛い。どこが痛い？ここそうです。オッケー、大肘正解。の裏がそう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 。無理に行くと変なところに力が入るんですよね。ここが伸びるってことですよね。大体ここ外、はい膝のはいちょっと真ん中のラインより外側です。ああはいはいはこの辺かな。いはい結構痛くなりやすいところ。はい。これが腸腰筋に関係するなんて。そう、ここにだから引っ張られるんですよ。こうやってああそういうことですね。ちょっと私ちょっと最近ちょっとフルマラソンからサボってたからはいこっちで外側ちょっと内。ちょっと内側それぐらい。はいでこっちそう、前の柔らかいよ。いい感じ。はいこう。そうですそうですそうです。はいここら辺から倒れると。そう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 。あ、めちゃくちゃ柔らかいです。頑張ってるもんやばくないそうそうそう。ポイントはここからこう向けると、この座骨って言ってお尻の骨を上に向けるようにしてあげるとすごく伸びてきます。水さんすごく柔らかいです。私ね朝晩やったのそうストレッチ朝晩やったら本当に変わったそう。だから柔らかかった。長くなったそう。だから継続ですよね、ストレッチ。はい素晴らしい。大体いつも今までオチだったんですけどオチじゃなくなりましたはいこっちができるようになっちゃったとてもグーっていう声が。ヘルニア系ランナーですどすこいでも中殿筋っていう筋肉を伸ばしてあげたいんですけども、はい足を組んでこうですね。はいじゃあ皆さんこれはマジでやった方がよくて、うんマジでやった方がよくて、うんまず一段階でこれでまず乗せられへんっていうのはまず怖い。はいはいこうですね。でこれができました。じゃあこの足を引き寄せていきましょう。うんうんそう今引き寄せた時に勢いよく引き寄せるってことは姿勢が崩れますよね。はいなのでできるだけ姿勢正したままはい姿勢を正してはいでこの時に引き寄せた時に骨盤がこう後ろにならないように、はいすごく今便利なやつがあります。はいで後ろに押すとうんそう押すとお尻伸びるの分かります。はいそう分かります。わかりますでなんで押すといいかっていうと押すとちゃんと骨盤が立つんですよ。骨盤が立つとお尻ってすごく伸びると思ってください。はいだから押す。で腰は反らないようにしてほしいんですよ。先生ここが痛い。あ、大当たりです。大当たりです。外側。これを多分こうやってシュッと押すとこうなります。無理はしない方がいいですね。はい無理はせずじわじわと中にはこうやってそうそうそう、そこです。セルフでやってもえぐいわこうれんでもセルフでできるね前に行かないですうんだから前に左足に乗る感じグッてこっちにそう左足ので床を踏む感じ左足をグッと乗る感じ足がねここをこの骨盤をよくこういうので立てる感じですね。そうこっちです。今多分右足めっちゃ長い時間伸ばしたと思うんですよ。一回立ち上がっていただいてその場でちょっと軽くマーチすると結構右足だけ軽くなる。めっちゃ軽くなってるめちゃくちゃ軽いめっちゃ嘘っぽくなってるいやでもね本当に全然違うよねもう本当に全然違うよね違う伸ばすって大事あんま分かってない。鈍感させていらんの。痛くて伸びてないんじゃないですかほんとね、やっぱ個人差。そうですよねまあまあまあが鋭いのと、はいよ両方ねやっておきましょううんうんあるあるある。ありましたありましたちょっともも上げもう一回やってほしい。足の上げ下げが。いやあるあめちゃくちゃ高く上がる。あ待って入れる。マジックもうちょっと上げてみて。そう。あげれる押し返せる。